빵 속에 건포도처럼 숨은 독특한 집을 찾아 소개해드리는 전국 내방자랑! 안녕하세요. 오늘의 집 제티입니다. 지금 저는 도쿄에 와 있는데요. 呪われた者たちが集まっている部屋。 여기서 물건 잃어버리면 찾을 수 있어요? 위험할까봐 이 헬멧을 빌렸습니다. 女の人の声でプツ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 なんか 자, 그럼 오늘의 남의 집 구경 한번 가보시죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 日本に住んでます。オカルトコレクター田中俊之です。よろしくお願いします。 요로시ku 오네가이시마스. 実家が魚屋で、もともとが相撲取り、先祖が相撲、魚屋、都市、オカルトコレクター。 얘는 누구예요? チャミ、関西の介護施設にいつからかあったお人形で、こうチャーミを可愛がると3日で体調を崩して亡くなっている。 근데 왜 다나카 씨는 멀쩡하세요? 気に入られてる。 끼니 일하레테르? 아, 응. 스키. 好き。 스키. 방 구조를 한번 소개해 주세요. 6畳5畳の2部屋。一応向こうが呪われた部屋。みんながいる場所。で、こっちは僕が寝る場所。 자는 곳인데 지금 물건이 뭐야て寝ますか? こう。お母親が怪談っていう怖い話。それが好きで、母親の影響で僕も好きになって、ライブとか本で伝える。で、その過程で預かってくれっていうので断りきれずに集まっていった。 방자랑 자 한번 가러 가보겠습니다. ここは呪物部屋。呪われた者たちが集まっている部屋。 여기 연식이 얼마나 됐어요? 築70年。家賃が3万。 도쿄인데요? 安い。 여기 사고 나거나 하지 않았죠? 여기 死んではいない。 신대와 있나요? 死んではいない。事故物件ではない。 아, そうですか? お風呂がないのとトイレが共同。 何ですかこれは? これタイ、はい。クマントーンっていう呪物。これは子供が亡くなった時に火葬焼いて、その出た灰を入れて作る呪物。 저게 뭐니? 저거 뭐예요? あれはタイの妖怪、ピーガスーっていう女の人に取り付く。で、寝てたら取り付いたことが自分ではわからない。でも夜中に首がズボって抜ける。で、内臓をぶら下げて、で、家畜のこう肉を食べて、太陽が上がる前に戻ってきてスポッて入る。そういう妖怪。取り付く妖怪、憑依。 그러면 여기 일본 것만 있는 게 아니라 해외 것도 많이 있는 거네요? 한국 것도 있어요? これはもらったんですけど、これ多分ムーダンが使ってた、どう使うのかちょっとわからへんねんけど、どう使うのか、使い方がわからへん。教えてほしい。댓글로 알려주세요. 이거 아는 분. 좀狭くないですか? なんか今私もこうやって立ってます. 여기 앉아보세요. 不便やけど、呪物たちがメインなんで、僕は、しもべというか。 이렇게 저주받은 물건이 많은데 빙의 되거나 하진 않으세요? されないけど、やっぱたまにずっと夢に出てきたりとか、 유명이 됐대. なんて言いますか? 何も言わない。ただ出るだけ。バッと起きたら、息ができなく。そうですか? 息がだんだんできなく。で、また次の日、夢に出てきて、もっとひどくなる。 근데 왜 이렇게 모으세요? わからん。 와카라. 여기가 주방이고 여기가 저주받은 물건들이 가득 있는 그런 곳입니다. 여기서 생활하시는 루틴 같은 거 있으세요? 呪物たちにお供え物、お菓子とか食べ物とかをみんなに渡して、だから水とかはここから入れる。 미즈 내마스까そこ? あ、出る。だからこうやって、まあ例えばね、こう置いたりすると。 아, 아이사츠마. 저 인형은 뭐예요? 夜中、天井を歩く。 닌교가. 人形が。ある夫婦がいて、まあ結婚するってなって、実家に帰って、おばあちゃんの家っていうのがあるんですけど、おばあちゃんはもう亡くなってて、でそこで寝てたら夜中体が動かなくなって、パッと目だけは開く。で、目を開けると、この天井を天井から足だけが出て歩いてるの。その足に見覚えがあって、なんか見たことあるなと思ってたら、昔おばあちゃんが大事にしてた人形があって、探したらあの人形の足が歩いてた。 一番怖いのは何ですかここで? 一番怖いのはね、赤い着物を着た
人形。ある男性が送ってきてくれた。その男性の家には蔵が150年ぐらい続く。子供の時からそこには絶対入るなって言われた。で、一切入ったことなかったんだけど、おじいちゃんおばあちゃんがもう亡くなって、その蔵を壊してガレージ、駐車場にするっていう。で、業者を呼んで潰そうと思ったら、その業者から連絡があって、変なものが蔵の中にあるから見に来てくれ。見に行ったら蔵の中初めて入ったんだけど、中央からこう、ふわーんと何かがぶら下がってて、ザルをね、カプセル状にしたものがぶら下がってる。で、何やろうと思ってこう開けたら、あの人形が入ってたんだけど、人の髪の毛でぐるぐる巻きにされてた。ザルって日本ではたくさんのこう目があるって魔除けの効果がある。だからザルでしてるっていうことは封印してる。それが気持ち悪いからって言って送ってきた。で、あれが送ってきた時に夢を見るんですよ。その夢が夜中に山のこう麓で僕が立ってて、こうやって立ってて、月明かりでこう山際が見えるんですけど、山の形が女の人が立ってる。で、だんだん近づいて分かったんだけど、あの人形がその人間として立ってて、でそれがもうこの鼻のところまでガーってついてパッと目覚める。変な夢見たな。でそれを毎日一緒の夢が毎日、体がしんどくなっていって息が吸えんようになって、最終救急車で運ばれて、でも入院しても病室で一緒の夢をずっと見る。まあ肺がやられてたんですけど、それが治って退院してからはもう見ない。 몸이 안 좋아지시니까 이렇게 영양제를 드시는군요. ファンの人が送ってくれる。死なないでって。 제가 봤을 때 제일 무서워 보이는 건 일단 여기 이 눈이 빨간 거. これもね、タイとカンボジアあたりのもので、亡くなった子供を持ってる。 여기요? そのタイでは子供が生まれる時に亡くなった場合っていうのはすごい怖い悪霊になるって言われてるんですよ。何もしなかったらすごい悪霊になるんで。だからちゃんとお祈りを捧げる。だからたたりが減ってネガティブがポジティブに自分を守ってくれる。 친절한 부분도 있는 거네요. 이분은 눈은 이렇게 빨갛지만 친절한 면도 있다고 합니다. これはですね、古くからの呪いの方法で牛の国参りって言って、藁人形を打ちつけて人を呪う風習があって、それの藁人形で、この安倍の生命って呪術師がいるんですよ。と芦屋道満っていう呪術師があって、それの語符が書いてあるんで封印してるんですよ。すっごい大きい、あんまし見たことない藁人形で、これが怖いのが精巧に作られてて、髪の毛をこう模してて女の人を呪ってるんです。で顔に釘と首と心臓でお腹で、一番がこのね、股の間に大きい釘を入れてて、よく後ろにその人の髪の毛とか爪とか体の一部をここに入れて焼く。子供を産ませないようにしてる呪いをかけてるんじゃないかって。 이 저주 인형 에피소드가 있어요? 知り合いから連絡があって、曰く物とか呪物が手に入ったら取りに来てねって電話があるんですよ。これをもらうときはすごい焦った感じで電話がかかっていて、早く店来てくれへん。で、何とか時間作って行ったの。で、わら人形ですかって言って、この蓋をね、開けようとしたんですよ。ちょっと待って、ここでは開けんといてって言って。で、なんでなんですかって言ったら、手に入って中身を調べようと思って開けてわら人形を見てたらしいです。じゃあこの膝に太ももにポタッポタッってなんか水がね、パッて見たら自分のこう鼻血がバーッと、その人もちょっと感じるタイプなんで、これかなと思って蓋をパッと閉めたんですよ。でこれを持って帰って、でこの部屋でいろいろこう見てたんですよ。それじゃあ窓があるでしょ。でその前って一本道なんですよ。その部屋の真下からカーンカーンって音が聞こえて、女の人の声でプツ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 なんか言ってる声が聞こえるんですよ。何言ってるんやろうって聞いたら、お前のせいやとか、憎い、悔しい、結構長かったんですよ。10分
15分ぐらいでピタッとやんで、で窓見るけど真っ暗で誰もいない。でこうやって行ってそこまで行くんですよね。うん。こっちはね、生活する場所。仕事したりとか。もし여기서 물건 잃어버리면 찾을 수 있어요? ほぼ無理。今は。こっちはね、まあ資料というか、怪談の本だったり、そういう呪物の本だったり、本コーナー、書斎みたいな。で、ここは音楽コーナー。レコードがある。レコード。うん。こっちはもともと作業をしてたり、こう書いたりしてたけど、机があって。でも今はもう本と呪物で。ちょっと紹介したい本があって、僕も勉強中なんですけど、韓国のムーダンとかパクスって言われるシャーマンを研究してる本なんですよ。무당 관련된 책도 이렇게 있네요. これは日本の古本屋で買いました。ここの地域のシャーマンの研究とか、地域別にあるんですよね。だから全然韓国のそういう、こういうのは行ったことがないんで、こういうので勉強して、近々行きたいなと。韓国来たらいつでも連絡してください。ここはもう IT 革命です。ここで作業できますか？いやもう無理。で昔は動画の編集とかやってましたけど、もうノートパソコンで。チャーミー、わら人形。チャーミー。 이런 거를 그 참, 스티커로도 만들거나 하시나요? 持つのは怖いけど、シールやったら欲しいなっていう人がいるから、ステッカーを売ってたりする。自分で作って、うん。ナナク氏아니에요？これナナクさんじゃないですか？自分のステッカーもでそう、YouTube やってるから、ファンの人にあげたり。 여기 위에는 뭐가 있어요? メガネとか結構汚れまくってるけど。 먼지가 너무 많아서 쓸 수는 없지만 이게 패션 아이템이라고 합니다. これはね、一番怖いかもしれん。母親からの手紙。借金したら絶対あかんで。怖い。 이건 뭐예요? これは何ですか? これがみんなが想像するわら人形。 이 일반적인 그 저주 인형은 이렇게 생겼죠? 근데 뭐 귀여운데요? 가와이ですね. これ結構그래도. 寝る場所、ここが寝る場所。 이거 이불이에요? これ布団ですか? 布団です。こうしながらチャーミーを抱いて、チャーミーを寝かして。本当ですか? 진짜요? 本当ですか? もともとはここ布団引けてたんで。これが出てきて. そう。 이거 선풍기 괜찮은 건가요? 선풍기가 굉장히 또 위태롭게 되어 있는데. 베스트 포지션. 베스트 포지션. 베스트 포지션. 여기는 인형이 되게 많네요. これもその施設にいた人形で顔が変わるっていうやつがある。飾ってたら他の人形が落ちたりしたり、夜中声が聞こえたりとか、良くないから引き取ってくれって言って外国の人から預かったんですね。これ泣くんですよね。泣くと顔が変わるって言われる。この顔でしょ。変わったかな。これはね、古い家を解体したら出てきたもんで、その家の中にこれだけが残ってたの。で気持ち悪いから預けるって言われて預けられた。 키티인데 이것도 뭐가 있나요? ある女性から預かったんだけど、小学生の時にずっといじめられてた。小学生のその子はいじめっ子に復讐したくて呪いをかけるために自分の髪の毛とか血、爪、 피랑 머리카락이 들어있어요. 自分で切ってグッてやって入れて、いじめっ子の家のね下とかに埋めるんですよ。結局できなかったんですよ。家にずっと置いてて、今は大人になってる。でもこれ見ただけでその過去の時の感情が蘇ってわーって吐いてまうらしくて、だから引き取ってくださいって言って。これは結構悲しい悲しい呪文。 전국 대방자랑! 이렇게 방을 한번 둘러봤는데요. 이 귀엽게 생긴 것도 저주받은 물건이라고 합니다. 可愛い人形に亡くなった子供の魂を入れたり、
ここを開けると亡くなったお母さんの液体と骨が2人の骨と体液が入ってる。 다음에 혹시 이사 간다면 어떻게 방을 꾸미고 싶으세요? 呪物にとって環境がいい、もっとスペースが広いところで呪物たちがこうチャーミーとかもゆったりできるようなインテリアにしたいなとは思うんです。 그러면 마지막으로 이 집은 다나카 씨한테 어떤 의미가 있을까요? 全然広い部屋ではないし古いアパートですけど好きなものに囲まれてるんで、まあ、大好きな部屋です、だからまあ逆にこうおしゃれなインテリアだけがある部屋は逆に僕はしんどい、合わへんと。だからやっぱ呪物たちがもう近くにいる感覚が怖いけど、それがいい。怖い怖いって言いながら。 자, 오늘의 자랑 중에서 여러분의 기억에 남았던 건 무엇인가요? 댓글 남겨주세요. 그럼 다음에 또 놀러 오겠습니다. 안녕. 바이바이 안녕. 한국에서 좀 선물을 가져왔는데요.何これ? 아, 무당が持ってるやつや. 이전에 촬영했던 무당 선생님께 추천받은 선물입니다. 방울인데요. うん。こうしたら髪がなかった。